はい、どうも、ジャルです。2024年もね、エボに配信をやっていきますということで、明けましておめでとうございます。はい、1月ね、2日というね、微妙な、なんかすげえ写真アップされてる、すげえ。はい、1月2日というね、ちょっと慌ただしい感じな日なんですけれども、いつも通りね、エボにやってるんで、配信していこうかなというところで、はい、2024年も、毎週火曜日10時をね、基本にやっていこうかなと思います。ちょっとね、迷ったんですけれどもね、昨日の大きなね、地震とかがあって、なかなか、あのいろんな VTuber さんとかも配信をやめたりとかをね、してるのもあったり、ちょっと今日から平常運転になっているところも多かったのかなというのと、こういう時にね、ちゃんとなんていうか、無事な方は平常運転をね、した方が、むしろ、経済活動が活発になってうんちゃらみたいなのもね、あったりするみたいで、もうなんかいろんなね、説があるので、はい、もちろんね、また大きな震災がもう2024年いきなりあったということでね、悲しい出来事ではあるんですけれども、早くね、復興されるといいのかなというところで、はい、そんなね、お便りがね、エボニーからも来てましたね。はい、Dear Players というところでお知らせが来てましたね。ちょっと、英語だと分かりづらいんですけど、はい、日本の悲劇を深く悲しんでますということで、以前、な、以前もどこかの国で何かその大きな事故みたいなのがあった時にこういったことがあったかなと思いますね。はい、ジェムが配られて、なんか思いのほかブーがつけられていますが、はい。あのーまあ、こういった状況でね、ゲームをできない方もいらっしゃるのかなというところで、なんかバブルをね、つけてくれてるみたいですね。ここは良かったかなというところですかね。吉谷さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、ということで、さて、富山さん、インドネシアあたりの地震だったような。そうですよね。なんか去年ありましたよね。去年かな、一昨年かな。はい、なんか、そういったなんか出来事がね、あったような気がしています。で、12時間スピードアップ欲しい。さて、行軍2つ回すのは大変なので、1個は同盟タイルんだそう。手山さん、明けましておめでとうございます。ハネジャルバーということで、はい、こちらこそ明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。えーっと、同盟木工所。今日はね、モンスターハントの日なんですけれどもね、配信しながらだとなかなか鼓膜出せないんで、もうね、舞台数は2つぐらいで運用しとこう。メールコックさん、放映初コメントありがとうございます。さてさて、ちょっと引きだと広すぎる。富山さん、うちのサーバーは資源回収でした。そう、サーバーごとにね、ランダムですからね。よいしょ。もう、今日、そう、モンハンだったんで、はい、もうね、2908までスタミナ使っちゃいましたね。もうボンボコボンボコ。バイキングも今日終わらせようかなっていう感じです。はいはい。カエサル、カエサル。これな、真田幸村レベル30の方を拾ってほしいのになんで違う方を選ぶんだろう。この将軍自動選択のロジックがよくわからないんだよな。
星オルモンさん、アケジャルは、ありがとうございます。富山さん、王の花道快進撃を2問半してます。はい。そう、まあ、まだもしね、モンハンの王の対決が来てなかったら、まあ、その時にでもいいような気もしますが、そう、大体ね、なんだ、このバイキングをね、倒していると、王の花道のこの左のね、2日目左快進撃の上の方がね、クリアしやすいんで、バイキングは出し得ですよね。で、はいはい、ヒドラ出したい。この舞台が帰ってきた。そういえば、私ね、このジェムの消費期間中はね、酒場を、エピックが出るまで回す縛りをずっとやっていて、はい、さすがにね、エピック大量に増えてきましたということで、2体目のね、ナサニエルグリーンをゲットすることができました。いや、ナサニエルはね、マジで偉いですね。スタミナ25%ダウン。あのバイバルスとかのね、ダブルドロップも実質運が良ければスタミナ2倍相当ですけれども、ナサニエル・グリーンは確定でね、あの25%オフ。で、こいつ偉いのが、以前ね、コメントしてくださった、ピカさんだったかな、コメントしてくださったんですけれども、空振りした時に、あのダウンする前のやつがね、返ってくるんですよね。つまり、スタミナ40必要な、モンスターに、ナサニエル・グリーンを出撃させると、スタミナ30で済むんですけど、もし空振ったらスタミナ40返ってくるんですよ。なんか知んないけど、10得するんですよね。ぶっ壊れてますね、ナサニエル・グリーンは。はい、ナサニエル・グリーンはね、6体、マジで集めたいなと思って、まあまあ、今すぐ引いてもね、将軍枠が足らないんで困っちゃうんですけれども。いや、ナサニエル・グリーンにはね、ちょっとね、感動しています。よし、OK。ヒドラさん。ヒドラはね、もう、噴射エキスポがね、手に入るんでね、殴り得ですね。はい。そう、そのところでね、少しずつ将軍も、充実をしてきて、あと、この将軍のね、かけらですね。はい、将軍のかけらを、1個も持ってないやつ。まあ、大体、売っちゃったりとかスルーしてたんですけど、今は、必ずかけら30持ってないやつは採用して、かけらにするっていうのもね、合わせて並行してやっているので、だいぶストックが増えてきましたね。はい。まあ、ちょっとね、使うか使わないかどうかはわからないんですけど、その制約の対象になりかねない。なった時に、その、残念な思いに、ね、なってしまうので、もうなるべく、もういらないけど、ぶっちゃけ使わないけど、採用するっていうのをね、今ね、繰り返している状況です。っていうことで、ちょっと待って。足を速くしとこう。はい、ということでね、さっきもね、はい、いらないんですよ、この太鼓なんて。はい、いつもスルーしてたんですけど、今回買いましたね。はい、買って即かけらにしてあげました。はい、ということで、そういえば、うちのね、サーバーは出てないんですけど、別のサーバーだと、アグロペイベントがね、今日から開始したみたいですね。そう、なんか多分少しずつ対象サーバーが増えてってるみたいで、うちのサーバーはね、ないんですよ、アグロペイベント。アグロペイベントやりたいんですけどね。はい。ここ、関係ないよな。そう、この辺も、うん、ないですし。はい。激得イベント。こっちでもね、ないですね。全然関係ないけど、昔、運命のなんちゃらは、この下のね、激得イベントにあったはずなのに、イベントセンターに寄ってきましたね。この、なんか際は何なんだろうな。さあ、そういえば、運勢占いやってなかったので、今日の分やっておこう。はい、これね、毎日お得なのでね、皆さん、
毎日10回占い、1回占いの無料なやつね、やっていくといいと思います。はい。で、私、今98になっちゃってますけど、今日ね、毎日全開でやってたら、100になってると思います。ので、もう一回ね、弾けるんじゃないかな。さあ、さあ、バイキングが終わったんで、もう、はい、バイキング出してく、出してく。雪村、ゴー。はい、バイキングね、賢者の石がね、もらえるからね、めちゃめちゃいいですよね。で、ちょっと待ってよ。運勢占い、50回のスピン上限に行きましたね。いや、行軍短縮何番あってもいいですから。やったぜ。これ2位なんだろう。多分最終じゃなくてモンスター討伐かな。資源採集かな。資源採集2位なんて中途半端な余り方したっけな。まあ最終部隊ね、1個出してるんで、まあ大丈夫だと思うので、まあ後でね、溜まったらやっていこうと思います。はい。さて、この前ね、土曜日に配信した時にイベント周りの話しちゃってたんですけど、まあ、せっかくなんでね、イベントのところの話は、もう一回ね、していこうかなと思います。はい、もともとね、火曜日にやるつもりだったんですけど、土曜日時間があったので配信しちゃったんでね、そこで話はしているんですけれども、またね、繰り返しになっちゃうかもしれませんが、多分今日見るよっていう方もいらっしゃると思うので、イベントのところやっていこうかなと思います。富山さん、インでシャーマンの引き換え書が昨日当たりました。年末にマルティネス引き換え書来たのですが、アレースの血が足りません。あ、直引き換え書あれですね、インのところでもこの偉大な将軍の宝箱ですね。いいですね。マルティネス引き換え書、超羨ましい。私、マルティヌスね、マジ一度もゲットしたことないんですよね。マルティヌス。これね、偉大な将軍のやつ。引換書のかけらじゃなくて、引換書直でもらえるやつですよね。0.04%を引いてますね。激強。N オリさん、おつじゃる様、コメントありがとうございます。はい、皆さん今年もよろしくお願いします。いや、そう、アレースの血足らないんですよね。そう、それね、ちょっと後で話しようと、私も同じことを思っていて、後で話しようと思ってました。まずはね、イベントのところです。イベントセンター順番に行きますかね。はい、境の宝探し、まさかの、もう一回復活しました、このイベント。これ、ナポレオンイベントだけじゃねえのかという感じでしたが、何この転換って。これ前あった？あ、アイテム変更できるようになってる。へえ、前、マジ全然できなくて大変だったから、苦情が多かったんだろうな。前なかったですよね、これ転換って。送りますだけだった気がするんだけど。なんか、募集出した子。みんながやってないやつ。助けを呼ぶ。はい。まあね、この境の宝探しイベントは、個人的には、もう基本的に当たらないですと。で、当たった時に大当たり引いたのが強い方をね、選ぶのがいいのかなと私は思っているので、いつもね、この4を選ぶようにしてます。ということで、GO! はい。1個ゲット。レベル2を引いたので、これは、超損ですね。超損でもないのか。こっちのね、1個のやつって、基本的に1しか出ないんで、1を4回と一緒だから、まあ、別に損はしてないです。10日ですね。で、この時も10日。で、この王冠がね、一発で出てたのはレベル3なんで、これは得してるやつですね。はい、というところで。まあ、特に別に損も得もしてなかったです。ちょっと得ですね、今のところ。はい、ということでね、これは
まだイベント期間がね、6日ありますんで、忘れずにね、マーケットで引き換えを。これ結局、最終進化まで持っていかないと交換さえもできないんでね、なかなか大変なイベントですが、前よりもその、アイテムのね、変換ができるようになってるみたいなので、いいですね。これは素晴らしい機能が追加されてます。はい。オークションはいつも通り。オークションちなみに、欲しいものはありません。よいしょ。富山さん、4かけでバッグの中が1回埋まりました。あとは何も来てませんけれど。あ、バッグの中が1回埋まりました。素晴らしいやつですね。それは大当たりのやつです。そう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 。それがね、当たった時が強いんで、レベル40。私ね、レベル40までは無傷かな。41から怪我すんだっけな。やや高めってね、出てる時は大丈夫なんですけど。なんか中ってなった時に、なんか、食らう時あるんで、もうそのぐらいからね、もう放置するように、味方に任せるようにしてるんですけれども。はい。タロット来ないな。はい、あと、前のケージですね。前のケージ、予測通りですね。前のケージが来ました。ちなみに、来週の金曜日、またね、来週の火曜日に言えばいいかなとは思うんですけど、来週の金曜日はきっとね、同盟総動員が来ます。はい。で、ランキングですね。今のところ1位です。はい。11,370。もうちょっとね、伸ばせそうなんですけれども、ちょっとめんどくさいんで、ここで一回ストップをしています。今のところね、残り2日なので、これをね、耐えきれば、またカエサルのかけらをね、45をゲットできるかなというところですね。はい、このカエサルのかけら45と、この宝蔵の巻の宝箱、これが欲しくてね、頑張ってるんで、はい、ぜひ、1位を狙っていきたいなという感じ。あ、舞台帰ってきた、出そう。なんかいい魔女出てる。ゴー。はい、ちなみに前のケージね、いつもと違って、あのエボニーミキさんで紹介されていた、あのこのバフがね、めちゃくちゃ伸びる、今1469ってなってるんですけど、これ何やってるかっていうと、飢饉の手、ラインリング。この辺をね、ゲットして、やりました。飢饉の手をゲットすることで、前の黄金、マヤ黄金がね、出やすくなって、かつ、ルーンストーンをたくさん持ってると、強くなるよってやつ。これが2つあるんで、ルーンストーンね、そもそもこれを狙ってたんで、ルーンストーンね、使わずに、なるべく使わないようにプレイして、通常バフがね、クソ上がるようにしましたと。で、同じくラインリングですね。これも、マヤ黄金が多ければ多いほど強くなるやつなんですけど、これと相性がいいのが、これ。雲中の、夢中の宝探し。霧の中の宝探し。霧を1回除去すると、これ毒霧じゃないですね。もう、何でもいいから霧除去すると、1個マヤ黄金が手に入るんですよ。ということで、霧を落としても強くなるし、モンスターとか倒した時の黄金の排出率が25%アップしているということで、マヤ黄金がね、511っていうめちゃくちゃ、稼いでますと。っていう、この2つのエピックバフの力で、火力がね、1469までいってますと。本当はね、ラインリングがもう1個ぐらい必要なんですけど、四季粗相がね、四季粗相だったんですよね。これが、四季粗相じゃなくて、ラインリングもう1個とかだと、多分、2000%近く吹っ飛ぶので、よりね、無傷で倒せると思うんですけども。はい。で、これをね、狙っていくために重要なのが、もう序盤でラッキーレベルアップ。これを取ることでしたね。はい。なんというか、四季粗相デッキは、なんていうか、四季粗相をね、重ねがけすればいい。もう単体で強いんですけど、この辺のやつって組み合わせのコンボ技なんで、このコンボを揃えるためには、そもそも毎回手札が多くなるようにね、
バフを4つから選択できるようになるよっていう、この4つ葉のクローバーをね、ゲットしてあげるのが必要なんですよ。これ序盤でこれをゲットできたから、ちょっとこっちのルートに行ったんですけど、まあなかなかやっぱ強かったですね。はい。ということで、バフが強かったので、途中でね、2回ぐらい塔を妥協したんですよね。毒じゃなくて月の塔みたいなやつで妥協しちゃって。なので、あと100点伸びるんですよね、本当は。11,470。で、HP もね、最後ちょっと食らって終わっちゃったんですよ。これね、ピーチとカスターとエレクトラがちょっと傷んじゃったんですよね。これがなければ、もうちょっと点数伸びてるので、はい。これ頑張ればね、まだちょっと伸びそうなんですけど、ちょっとめんどくさいなというところで、11,370で今回妥協しようかなというところです。カミさん、アケジャル様です。コメントありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい。ということで、前の掲示でまだやってない方はね、ぜひ、前の掲示は、あれです。こういうね、強バフを取れるかどうか、火力を上げないとまずゲームにならないんで、火力をひたすら上げましょうというゲームなんでね。はい。そこだけ意識してもらえるといいと思います。はい。火力バフがあれば最後までいきます。火力バフがなかったら絶対いかないです。っていう感じ。さて、やや高め。じゃあこれ一人で倒せるわ。はい。これね、バイキングソロで殴っちゃうと、モンハンとしてね、カウントされないんですけど、レードでね、殴ると、モンハンカウントされるんですよ。はい。なのでね、そう、いつもね、王の対決のモンスター討伐を、待ってるんですけど、はい。モンスター討伐ね、私レベル1から全部レードかけて、今、やっとこさ41まで来ましたね。はい。はい。それをね、やりながら、他のモンハンも出してるだけで、はい。戦場リワード、今んとこ10位ですね。まあ大体ね、起きた後はもうめんどくさくてそんなにやらないんで、大体探検の方を優先しちゃうんで、ポイント的には多分2000ちょいとかで、20M ちょいぐらいでね、終了の予定です。まあ、きっと、順位がね、いつも通り25前後で収まるのかなっていう感じです。はい、じゃあ次、文明の旅ですね。はい、これはもう毎日無料ですと。で、今日5分の4なのでもう一回引けますね。GO! 頼む、金色、まず金色、まず金色。よしよしよし。はい、ゴールド。まあ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 。さあ、ラダーゲットからのおかわり、頼みます。金色。ドラゴンの源の賭けはちょっと嬉しいね。はい。なかなか一発もはしないですね。今7個溜まってます。どうしようかな、交換っていうところ。はい。引き続きね、毎日無料を回していくことで、この10回の時のね、これももらえるはずなので、皆さん忘れずにやりましょう。で、あとは、同盟ボスですね。はい。同盟ボス、今回うちは、レベル3のシナバーを選んでますということで、騎兵の攻力がアップしている感じですね。はい。まだ、私は殴ってないですけど、明日あたりにね、殴ろうかなっていう感じですかね。よいしょ。さて、そろそろ帰ってくる。戦績の宝石嬉しい。戦績の宝石がね、今、めちゃくちゃ余ってるんですよ。こっちでいいか。あとちょっとなんですよね。これ、行政庁の、元老院総督。富山さん、他で運使ってるので、今回の文明の宝探しは何も来ません。それはマルティネス一発ともしてれば。まあ、私、そもそもあんまり弾けてないことが多い気がするので、なかなか弾けないのがね、デフォな気がしますけどね。はい、このね、歩兵のバフ、昇進
をね、今狙っていますということで、やっと800貯まりましたと。ただまだね、この歩兵の条件がまだ達成してなくて、歩兵をね、レベル5にしなければいけませんと。ということで、このね、歩兵のレベルアップするために、今まで120とか150とかだったのかなだったんですけど、急にね、200要求されるようになって、今80まで貯めましたというところ。まあ、1日、まあ、10個とか20個ぐらいなんか手に入るかなというところなので、まあ、来週にはね、来週の配信の頃には、ここレベルアップして昇進もできてるかなっていう感じ。金枝もね、20必要なんですけど、ちょうど昇進分はね、ありそうな感じがしますね。はい、ということで、これ昇進すると、攻撃時の射撃兵と攻撃の HP プラス15%、攻撃時の歩兵の攻力15%ということで、はい、殴る時のね、HP 防御大事なので、これ嬉しいですね。はい、ということで、やっと狙っていたバフが取れそうなので、そうさっきの戦績は嬉しかったっていうやつです。さて、続いて、そうだ、ニューイヤーカーニバル。はい、ニューイヤーカーニバルね、まだ全然、開けてなかったんで、開けようと思います。はい、360今溜まっていて、GO! セレブレーションバッジ。はい。もうセレブレーションレベル19まで来た。パレードマスクね、期間中にモンスターから300、資源から200ということで、あとね、私は資源だけですかね。61取れてますと。まだ資源採集の王の対決来てないんで、まあ、それが来た時にはいけるかなっていうところですかね。さあ、受け取っていこう。5K ジェム。優しい。で、これレベル5ごとにパーティー招待書がもらえるんですよね。だから、これレベル20いくと思うんだよな。あ、バイキング行こう。レベル40にはね、さすがにそろそろ怪我する気がするんだよな。ねえ、チューってなってる。殴ってみるか。チューいけるかないけるかなっていうのはもう倒せるのは絶対倒せるんですけど、無傷かどうかがね、重要なので。ちなみに、火力バフとか入れた方がよかった。まあ、いっか。味方がどれだけモンスターデバフを入れてくれるかな気がしますが。はい。ちょっとこれはね、ダメだったら次からは、援軍お願いして終わりにしよう。はい。順番に行こう。なんか、スクロールしない。はい。なかなかなレアアイテムがもらえる嬉しい。みんな大好き行軍加速。5M の資源も悪くない。17。秘宝ボックスはね、もらえる機会多いんですけど、なかなか宝蔵の巻くれないんだよな。プレミアムドラゴンコイン嬉しい。さあ、パーティー招待状 ?GO! はい、ということで、やっぱり、まあ、資源をね、350、資源を50まで取ると、全開放しますね、やっぱり。はい、これで、エメラルドブローチ、無課金で取れる最大の50までいきましたという感じですかね。で、私どれ取ろうかなって前考えたんだよな。なんだっけな。真珠エキスポだかな。そう、早くキメラをアンロックしたいんですよ。真珠エキスポと、この秘宝ボックスにしようかなと思ったんですよね。無課金で手に入れられるのはここが限界なので、賢者の石も欲しい。どうしよう。いや、とりあえず真珠エキスポは大事。はい。これで100、1M。たまみさん、ジャルさん、今年もよろしくお願いします。皆様ご無事で何よりです。
こちらこそ今年もよろしくお願いします。はい、そうなんです。コメントをね、してくださってる皆さん、少なくとも無事だということがわかるので、本当に何よりです。そう、実は、私のね、友達がね、配偶者の方の、実家に行くためにということで、金沢に行っていて、今、避難所にね、いるっていうね、連絡をね、受けましたね。なかなかタイミングが悪かった。いやー、ほんとなー。地震がね、どこでいつ来るかわからないから怖いですよね。賢者の石。はい。一刻も早くね、平常時に戻れるといいなという感じがします。ほいで、あとは、秘宝ボックスね、これも回収。40、OK。はい、こんなところかな。で、このメダルの方はね、また、集まってからやってこう、ゲットしていこうかなと思ってるんですけど、基本的にスピードアップ系はいらないので、まあ、強いて言うならね、建設が欲しいかもしれないぐらいなんですけど、うん、そうだな。それ選択肢ないや。交換してこう。交換してこう、交換してこう。はい、この辺がね、はい、必要ですと、あとは、ドラゴンの源のかけらとかも欲しいけど、ルーンも欲しいんだよな。ルーン欲しい。最近ね、ルーン、特性を上げたくて、特性上げたくて。はい。また、溜まったら交換しよう。はい。皆さんね、これもお忘れなく、交換しましょうということで。はい。資源採集ね、まだ私60なんですけど、全部パレード開けることができましたということで、皆さんね、多分期間中に開けられると思います。まだね、6日あるので、ただね、SVS とかがあって、その期間ってタイル稼げないので、まあ、そこをね、気をつけてやってもらえればいいのかなって感じがします。さあ、あとは、あ、バイキング殴りに行ってる。あ、無傷だ。やった。42までは無傷だな。まあ、43から怪我するかもしれないので、うん、いいや。援軍要請中で終わりにします。ということで、1部隊遊ばすのはもったいないんで、適当に11ぐらいのやつに出しとこう。さあ、間に合うか、間に合うか、間に合うか。間に合うか。そう、資源採集はね、出撃時じゃなくて着弾時の、最新のね、ギアとかの情報を参照するっぽいんで。さあ、1時間半。うん、ちょうどいいね。完璧じゃん。よし。さあ、あとは、まあ、モンハンは別にそこそこだから、きっと、属州都市の訓練速度を上げておこう。はい。イベントのところは、一通り見たかな、多分。同盟対決戦かな。運勢占いはさっきやったでしょ。同盟対決戦。はい、同盟対決戦ね。はい、バトルが進行中。ということで、このね、火曜水曜でバトルがありますと。いやー、皆さん、うちよりも、いや違う、古いサーバーなので、そろそろ負けるかもしれないなという感じですね。これ、ランクって、
もし6位でも910なんで、プラチナム続行かな。だからまだ焦って交換しなくていいのか。はい、このね、ショップのね、交換が、これね、交換数がランクで変わってくるので、もう負けそうだなってなった時にはね、交換しといた方が得するっていうのをね、前回学んで。まあ、これ、なくならないコインなので、貯めといてもいいとは思うんですけど、私大体、カツカツ運営なので、今ね、欲しいのね、ジュエリーネックレスですね。はい、ヘレンちゃんに、ヘレンちゃんに貢ぎたいんですけれども、今週の SVS までになんとか、レベル18にしてね、援軍100%にしたいんですけれども、これね、とりあえず間に合わなそう。なので、同盟対決戦で、ゲットしていく必要があるんですよ。さっきのジェリーネックですよ。はい。まあ、永久バフなんでね、別に損はしないんで、はい、いろんな、欲しいやつ、宝蔵の巻とかもね、これも欲しいんですけど、ジュエリーネックレスとりあえず急ぐかって思っている。そんな感じでございます。でもね、足らないんですよね。これね、稼ぎたいですね。はい。あ、忘れてた。今日の分の、はい。活躍度。もう意味ないけど。もう意味ないけど、一応ね、取っときます。はい。同盟対決戦も、気づけば、あれイベントセンターだった。同盟対決戦も気づけば、あと、9デイってなってるから、今週あって、来週でおしまいですね。うん。いやー、ジェムまで行きたいけれども、どうなんだろうな。もしね、2以上だったら上がれそうですけれども。え同盟マスターの吹き出しをしようときます。こんなのあるんだ。はい。なんとか、今回勝てればいいなという感じですね。さて。かまいたち出しとこう。はい。あとは、名称召喚は、アグリッパね、強いですね。もうなんか最近出てくるやつ、火力が高いのは元より、ちゃんと防御と HP がね、高いっていうね。はい。強すぎますね。ただ、攻撃する際に、強いやつ、大体攻撃する際にっていうのがついてるんでね、援軍で使えない。殴りに行くとき専用のやつがね、増えてる感じがしますね。のんのさん、こんちゃるはコメントありがとうございます。はい。で、あとはそう、文明の夜景ですね。文明の夜景、私は今レベル40まで来ました。残ってるのが、装備の強化ですね。装備の強化が3つ丸々残ってます。これは、今週の金曜日からまたスーパー強化の激特イベントが来るんですよ。はい。なので、このイベント自体は、月曜終了かな ?5day ってなってるんで、いつも通り、月曜日の17時になるまでが、期間なので、それまでにクリアしてればよくてってなると、今、わざわざ強化する必要ないなということで、完全放置しています。金曜日にね、スーパー強化が来たら、この強化をね、していこうかなっていうところです。はい。で、あとは、いつも通り闇市が残ってますね。はい。これが一番大変。本当に。めちゃくちゃ大変。ですけれども、これも、王の花道がね、金曜日から5日目がアンロックされて闇市100個っていうのが来るので、それのタイミングでね、ちょうど100終わってるぐらいの、ペース感覚でね、やりたいなと思っています。今のところ予定通りな進捗ですね。はい。大使のところは全部かな。任意の兵を30万人訓練する。これだけね、できてないんですけど、これも、王の花道の3日目
ということで、明日ですね、水曜日の時に、20万人訓練するみたいなのが出てくるんですよ。はい。それがね、アンロックされたらこれクリアできるんで、はい。T1 をね、適当に20万作れば、即終わるので、ということで、もうクリアは一応見えてますかね。ジェムの無駄遣いだけ気をつけなきゃいけないなということで、はい。特製のかけら戦場の達人が、欲しいので、今、しっかり計画的に進めています。実はね、前回、初めて王の花道クリアしなかったんですよね。5日目の、闇市で買うやつを途中でもうやめようと。ジェムかかりすぎるしやめようって、途中でやめたんですけど、今回は、戦場のかけらのね、方もあるので、ついでにクリア予定です。はい、ということで、今回はメフメトをもらいましょう。のんのさん、同盟ボスの引き換えショップの残り9デイなんですけど、コインは消えないですかね？ 2200 まで貯めたんですけど、消えないですよ。同盟ボスは、なんかね、1ヶ月ぐらいごとに、なんか、ショップの更新がされるんですよ。ほい、あった。同盟ボス控えショップのこの残り回数、これがリセットされます。が、このコイン自体は、なくならないんで大丈夫です。私もね、今2180まで溜まってます。はい、この文明装備のこれが欲しくて貯めてます。この残り回数がリセットするタイミングが9日後っていうことだけなので、これはね、安心してもらって大丈夫だと思います。90さん、コンジャルは明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。実はね、うちの同盟一回、私もね、エントリーを漏れてしまって、131回損してるんですけれども、ようやくね、2180まで溜まったので、あとなんだ ?8 ぐらいか。はい。だいたいね、半年に1回だったんですよ。ただね、これ、ランダムがね、えぐいですよね。前も、この20何デイみたいなのがあって、それが変わった時にもしかしてこの中身が変わるのかなと思ったんですけど、変わらないですね。はい、フリーダムヒーローいらないんですよね。コーレイ、かつ、左側の装備がね、欲しいんですけれども、はい、8.3%、果たして欲しいものがもらえるのだろうか。っていうのをね、言ってると、なんていうか、物欲センサーじゃないけど、フリーダム側がね、出ちゃいそうな気がするんで、はい、あんまり言うのやめよう。お口チャックということで。かまいたちを倒した。さて、次のやつ、出撃。まだ帰ってきてない。のんのさん、文明装備は1個ならどれがいいですかね？ 1 つはモンハヨに変えましたけど、読みに1つで意味あるのか迷ってます。えっと、もし、同盟ボスのリワードの話をされてるとしたら、これは、ランダムなので、どれが出るかは確率です。で、それとは別になんかゲットするっていう話だと、どうなんでしょうね。モンハンに力を入れるなら断然テービじゃねえ、なんだっけ。この辺にやつ、リュウリク。リュウリクですよね。はい。みんな大好き、リュウリク。で、セットバフもね、狙えるんで、行軍中の歩兵と騎兵、攻撃力と HP15% アップとかで狙えるので、文明装備を定期的にゲットできる予定があるんであれば、リュウリクがね、おすすめな気がしますよね。はい、フルセットバフとかもついてるし。リュウリクって、そう、モンスターの防御デバフちゃんとあるからな、偉い。そう、レベルが強くなると、相手のレベルが強くなると、モンスターの防御力とかね、モンスターに対するデバフのパーセント効果がゲロ強く
効いてくるので、なるべくね、デバフあるものをね、選ぶのが多分強いですけどね。もう一つ、ランダムじゃなくて持ってます。モンハンを T14 まで倒せます。ああ、素晴らしい。あ、コテしっかり取ってるんですね。そう、コテがね、私は一番欲しいなと思って見ていました。竜陸の斧も、モンスターの攻撃力が下がるんでいいと思いますけどね。こっちの、殴るターン数が増えるんで、めちゃくちゃいい気がしますが。弓どうなんでしょう。私は、そもそも、モンハンより、もう、PVP を、選択して、テーベを選びました。テーベが良かったかどうかはちょっと悩ましいところなんですけれども、私は、今の構成で合ってるのは、テーベだったので、テーベを選びましたが、そこはね、ちょっと判断は難しいですね。意味あると思いますけれどもね、やっぱり、文明装備、明らかに、明らかにぶっ飛んで強いんで、はい。さて、ちょっと待ってくださいね。今、兵が帰ってきたから出しとこう。はい、悩ましいですが、大体、将軍ランキングで、参考に、強い人をね、参考にするのがいいのかなっていう感じがします。はい。大体、このね、上位に連れてる方たちが、廃課金な、うちのサーバー圧倒的偏りですね。このレイさんっていう方がね、圧倒的廃課金なんですけれども。すごいな。10位以内に、1、2、3、4、5? 12に6か。5将軍いるんだけど、ぶっ壊れてる。ルイ9世とか比較的最近出たやつじゃないのか。テーベ、テーベ、テーベ。うん、テーベで揃えてますね、この人は。はい。そう。弓のやつはね、テーベがいいかなと私も思ってテーベで揃えているのですが、強。ピュロス。ピュロスってなんだっけ？歩兵？あ、歩兵だ。ナポレオンプライム。あ、この人別な人だ。あ、ブルボンだ。これ、あれだ。モンハンだけじゃなくて、普通にぶち殴るためだ。はい。これ多分、竜陸じゃないかな。あ、ブルボンだ。はい。ここまで来るともう強すぎて参考にならないんだよな。はい。私はだいたい、この辺の近い人。エネゴリさん、騎兵はブルボン統一ですね。そうですね。なんか、殴る、殴る騎兵はブルボン統一ですね。で、防衛は高麗ですよね。はい。もう完全に工場兵器の、パーセントバフでね、がっつり揃えて。はい。参考になるような、ならないような。はい。ちなみに、私、ギリギリね、100位から98位ぐらいにいたんですけど、ついに、スレイマンがいる。文明装備パワーだ。はい、ついに落ちちゃいましたね。みんな、どんどん強くなっているので。文明装備がね、1個じゃさすがにいけないよな。エネゴリさん、エボニーウィキさん参考にしてます。そうですね。エボニーウィキさんにいろいろ書いてありましたね。そう。ただ私、文明装備には基本的に縁がないので、あのページ、大体のページはかなり読んでるんですけど、文明装備のページだけあんまり関係ないんで見てないんですよね。そう、文明装備なもうちょっと無課金でも手に入るようになってくれると嬉しいんですけれども、なかなかね、あの
半年に1回、いや、もうちょいかな。もうちょいぐらいのスパンで、どれだっけこれか。はい。7ヶ月、8ヶ月に1回この制服がね、溜まるかなっていうところ。多分、そうだよな。うん。多分3ヶ月後ぐらいにはね、私もまた制服が1個ゲットできるかなっていう感じですかね。のんのさん、ハードルが高いですよね。いや、そうなんですよ。ハードルが高すぎるんですよね。ハードルが高いっていうか、運なんですよね。確定では2個しかもらえないし。よいしょ。バイキング、ありがとうございます。めっちゃ倒してくれる。はい。基本的に、バフの種類は増えるんですけど、無課金の手が届かないところがどんどん増えていくっていう感じでね、結構厳しいですね。もう少し緩和してほしいなと思いつつ、運勢占い、まだ98のまんまだ。じゃあ、モンスターじゃないや。はい。で、そうだ、サーバー戦争の話もちょっとしようと思っていたんだ。今週、違うな、イベント系の話が終わってからにしよう。えーっと、はい、予定通りトレジャーハント来ました。ピラミッドですね。はい、私は、もう 472M まで来たので、あとちょっとで卒業ですね。はい、もう500超えたらもう一切やらないです。見つけたらひたすら同盟内にシェアしようと思います。まあ、なんかね、今回いつもより全然見つからないんだよな。なんか、なんとなく体感はいつもより少なく感じています。ただ、1回のね、出る量が増えた気がして、今回初めてレベル5で 81M もゲットすることができましたね。アヌビスにコフィン10ということで、はい、これ、初めてこんなにゲットすることができました。嬉しい。あとね、なんだっけな、レベル 3？ これ保存するの忘れちゃったんですけど、レベル3のピラミッドで 7M 出たんですよね。下手なレベル4より出るっていう。まあもちろんね、3M とか 1M だったりもするんですけど、なんかレベル3も全然入っていいよなっていう感じで、もう彼らは、もう全部レベル3でもクリアができるので、基本的には遺跡に出しつつ余った枠でレベル3か4を入れるといいかなと。レベル5はもう入る必要がないかなっていう感じがしています。はい、ということでトレジャーハントね、いつも通りクリアができそうです。王の花道はさっき言った通り全クリ予定です。軍隊の招集もね、5日目が、そう、今日解放された。大規模攻撃は明日、ね、同盟で開催してくださるそうなので、100戦100勝をね、またどっかのタイミングで終わらせて、いつも通り50終了の予定です。はい、守備の力がね、戦力アップの王の対決の時に上げたいので、今、まだ、スルーしてます。はい、まあ、50でね、終了。で、いずれね、全クリしたいんですけど、これはね、しばらくは建設がメイン、かつ、あんまりレベル13の兵増やしたくないんで、なんか、これクリアすることあんのかなっていう感じがしてきてます。はい。そういえば今のエピック将軍の話で思い出した。あれ保存したっけな。あ、保存してた。これ、レベル3で 7.5M。あと、レベル4で 23.8M。だいぶね、なんか、いつもよりもらえるポイント多くないって今回は思ったんですけど、もしね、それならば、出る数をちょっと絞ったけど、1個あたりの出る量上がったよっていうことであれば、ちょっと、どちらかというとそっちの方が嬉しいかなっていう感じがします。で、そう、これね、前回ちょっと話をし忘れました。グローリーエピック歴史の名称引換書の内容更新。はい。エピック歴史の名称になんかグローリーとか、なんかね、他にもなんか3パターンぐらいあると思うんですけど、はい。なんかその1個のね、なんか豪華な宝箱の絵のやつが変わりましたということで、除外される名称、その、ジョージとかシャジャルとかね、
ナポレオン制約の対象になったばっかなのに。はい。アルフレッドとか。私ね、持ってないんだよな。パシレイオスとか。聞いたことない。このエパメンなんちゃらとか。はい。聞いたことないやつもあるんですけど、こういうやつらが除外されて、新しくね、エゼルフリータなんだ、しかし入れるの、みたいなのとか、はい、ルートイヒモートレットとか、なかなかゲットが難しかったやつが出るようになる。でも、エドワード・ティーチとか別にそういうわけじゃないしな。はい、まあ、この引き返しのね、中身が、更新されますということで、はい、ちょっと、私、大体持ってないんで、除外されるやつも、新たに追加されるやつも持ってないやつが多いので、変わったところでというところではあるんですけども、はい、なんかこんなね、変化があるみたいで、今後も変わってくんですかね。思い出した。これかヨーロッパのエピック歴史の名称。これこそね、これこそ変えてあげた方がいいって思うんですよ。これさ、これ、嬉しくなくないこの辺、だいたい酒場で出ますよね。ハーラル、うん、ロバート一世、エセルフリーター以外、全部、酒場で出ないこれ。ヨーロッパのエピック歴史の名称、もうちょっと、これね、もうちょっとどうにかしてあげないと、これなんか魅力的じゃないような気がしちゃうんだけど、どうなのせっかくこっちいいのに。はい、これなんか前、非常に気になって、気になって、まあいいや。はい、次に、この激得イベント系言います消費還元ですね。はい、ジェムは、いつも通りですね、毎回100万クリアを狙っていて、今回もね、ちょうど100万で終わる予定です。はい。使いすぎに気をつけて、はみ出さないようにね、いこうかなって思ってます。で、スピードアップね、今はあんまり使ってないものの、はい、これはね、続集としていくらでも上げられるんで、予定通り 5M いくし、建設も同様ですね。1.8M で終わる予定です。まだね、王の対決、建設が来てないので、建設が来たタイミングで K36 にしようかなって思ってます。富山さん、エゼルなかなか引かなくて地獄見ました。ヨーロッパの名所。ああ、そうなんですね。欲しいのこそ出ないですよね。私、エゼル2個引いてしまったので、あげたいぐらいです。なんか偏りますよね。はい、一発つもがね、システム上難しいですからね。欲しいのが減れば減るほど、外れ率が上がってくんで、なかなか辛い。ガチャの、ガチャの仕組み。あ、召喚。はい、回復スピードアップも、今1.6ということで、また次のコンスタかな明日アウセルリッツがあるんですけど、アウセルリッツで回復しても、なんか正直、ボコられるだけで相手にポイント与えちゃうんで、明日は多分回復はしなく。で、コンスタで回復コンスタもしくはサーバー戦争で、回復をする。サーバー戦争でね、こんなにたくさん回復する状況にはなりたくはないかなとは思うんですけど。あ、違うな。1000日ぐらいか、確か。うん、1000日ぐらいは回復しそうな気がするな。はい。サーバー戦争とかでね、あるんで、その辺で達成できるといいのかなという感じです。で、そのサーバー戦争がね、大変なんですけど、とりあえず召喚しよう。スタミナが足らなかった。助けを呼ぶ。メロコックさん、あと将軍見て美術館コンプリートですが、揃う気がしない。すごい。あと将軍3つ。そうなんですよね。もう本当に、こういう私みたいに歯抜けが多かったら何引いても、大体、
埋まるだろうっていう、希望があるんですけど、もう残り少ないぜってなってくると、そのね、今度確率が辛すぎて、かぶりばっかり増えてきてね、厳しいですよね。そう、こういうゲームはね、そこがえぐいんで、皆さんの引き運がね、いいことを祈ります。酒場からね、出るやつとかはね、まだ、なんとか、頑張り次第でなんとかなるんですけど、まあ、そういったらね、私の頑張り方はなく、まだこの、このおばさまと、メインシコフとマルティヌスをゲットできてないんですけれども、はい、せめてこの辺はゲットしたいな。なんだっけ、消費還元イベントは終わった。で、騎士の試練ですね。はい、騎士の試練は、これね、何あげるか悩んでるんですよ。騎士の試練。まだ、あんまりあげてなくて、とりあえず、エレクトラのかけらは、ちょっと全然足らないので、はい、ちょっと今回は、スター9にするのはちょっとお預けになりそうだなっていう感じですね。メインシコフは、建築スピード上がるしおすすめですよ。そうなんですよね。いや、メインシコフ欲しいんですよ。欲しいんですけど、なかなか出てくれなくて。もう、ジェムも限られてるんで、だいたいね、ジェムをね、この祭祀と闇市に吸われちゃうせいで、特性とかちょっと上げると即100万ジェムいっちゃうんですよね。で、そうするとなかなか採用に使いたくないみたいになっちゃって。これなそう、メインシコフ、これ、さすがにそろそろ必要ですよね。彼。建設速度20%アップ、もうそろそろ、1000日オーダー増えてきたんで、そろそろこいついないとマジで辛いんですけど、引かないっすね。マジで引いてほしい。そろそろお願いします。はい、一応ね、このジェムの消費還元期間はね、エピック歴史の名称が出るまで更新するっていうのはね、続けているので、はい、なんとかこの期間で蹴りをつけたいですが、はい、資源の還元イベントまでは引かないとやばい。で、そう、騎士の試練で悩んでるのは、そう、エレクトラは、まあ、一回スルーしますと。で、あげたいのが複数あるんですよね。まずは、ブーリカちゃん。はい、彼女のかけらめっちゃあるんで、スターね、3ぐらいはいく ?30 でしょ？ 30 だから、8体分はある。から、うん、7個あれば上がるから、うん、そう、スターね、3にはなるんですよ、すでに。ということで、そう、スター3にすると、ジョージよりも良くなるから、ブーディカを上げたいんですけれども、ブーディカ、サブ将軍だったので、強化さえしてないというところで、これ、彼女ね、強化からなんですよね。はい、まだ強化してなくて。でも、強化をね、するとなるとね、ジェム強化なんですよ。500にするの。ジェム強化じゃないですか。はい、前述の通り、ジェムないんですよ。ジェムないっていうか、ジェム100万超えちゃうんで、あんまり調子こいてやってると。で考えると、この限界突破を先にするより、まあ、どっちみちいずれ上げるんですけど、まあ、そもそもレースの知恵あんまり足らないので、一回彼女を後回しにして、担当官シリーズが、スターついてんの、アブドとアスキアだけなんですけど、他のやつも上げられるんですね。このスーパー野党担当官の班長さんとか、こいつよく見ると、スター1つけると、駐屯射撃兵と駐屯工場兵器の防御力が15%アップし、HP が15%アップしますって、なかなかいいこと書いてあるんですよ。で、ジョアンもそう、ジョアンも、ちゃんと上げられるだけも持ってて、スター1つけるだけで、彼も射撃兵と工場兵器の防御力と HP 上げてくれるんですよ。あれこれ担当官上げた方がいいんじゃねって。あ、そういえば、そう、アショーカね、私持っているんで、
あの、建築は上がらないんですけど、一応ね、仕事をするやつはね、持ってはいます。はい。当然、かけらはないんでね、メイン四股に切り替えて建設を本当はしたいんですけど。あ、やった、47。後で。そう、ノブゴルドとかも、彼も私持ってるよね。もうそう持ってるんですよ。彼も、上げたら、中東歩兵と騎兵の防具と10防御 HP。これなんかはね、特に特性と合ってるから、これね、担当官シリーズを限界突破させようかっていうのをね、今、悩んでます。はい。スカデンベルグもね、工場兵器と射撃兵が15、15。あれ ?15、15ですね。ジョアンさんジョアンさんは ?10%、15%。班長は ?15、15。何やってんの、ジョアン。ジョアンさんちょっと、だらしないんじゃないの？はい。上げるなら班長かスカデンベルグ、ノブゴルドになりました。彼は歩兵と騎兵の防御と HP が10%アップ。偉いじゃん。あ、秀吉ちゃんはね、1個しか持ってないから。彼も最近出たばっかで1個しか持ってないから。はい。月見さん、おつじゃる様です。今年もよろしくお願いします。ジョージメインの私はかけらが出なくて困ってるんですが、ジャルさんもブーディカに変える感じですか？はい、そうです、そうです。もともと、後からブーディカに変えようかなとは思っていての、ジョージメインのブーディカにしてたんですよね。はい、ブーディカが遺跡で、出やすくなったじゃないですか。前は遺跡外れが多かったんですけど、去年のね、4月に遺跡のラインナップが変わって、ブーディカが取りやすくなって、ブーディカのかけらがね、より集まるようになったので、もともと、はい、ブーディカにしようかなと思ってました。無課金で、無課金で、選べる防衛艦って多分2パターンしかなくて、ザカリーとブーディカのどっちかだと思うんですけど、私、ジョージでスタートしちゃったんでね、ザカリー選べなくて、ブーディカなので、そう、必然的に、そう、ブーディカに変えようと思ってます。ブーディカの、この、なんだ、これね、メインスキルを限界突破したら、そう、ブーディカにしようかなと思っています。はい。スター3にしたら、明らかにジョージ上回るんで、とはいえ、彼女、騎兵、騎兵が多くないと意味がなくて、私、騎兵 T1 しか作ってなくて、途中の変態別に、大体使ってないんですよね。逃しちゃうんで、もっと兵の層を厚くした時に意味があるんで、ブーディカ、構成的にはまだ使えないんですよね。はい。もっと、厚みを増して、全体ブロックをする。この、中盤の騎兵とかも数を増やすならいいんですけど、私、500とかしか騎兵作ってないんで、そもそも。パーセントバフあっても意味がないんですよね。メロコさん、ブーディカでフラットバフマシマシですね。T1 で十分だと思います。あ、イン、そう、それ、ブーディカでもありなんですかね。まあ別に、なしだとは別に思ってはないんですけど、なんか、ブーディカを使うなら、もうちょっと騎兵の層を厚くしないともったいないかな、みたいなのだけね、気にしている感じではあります。はい。まあ、フラットバフはもうすでに、ある程度、一定の7割方は完成しているので、これを8割にするのは別に今じゃないなっていう感じなので、上げてないですが、一応、それなりには仕上がってるので、これで十分かなっていう感じなんですけど、そう、ブーディカの騎兵のパンプアップ
の凄さを考えると、多少は、多少は騎兵を作っておかないと、もったいないんじゃなかろうかっていうところだけね、若干気にしていて。まあ、とはいえ、上がり方がえぐいからな。騎兵の HP20% アップ、35% アップ。で、ここまで行くと、50% アップ。で、80% アップ。80% アップぐらい上がるから、まあ、そんだけ上がれば別に十分だよな。カムイさん、私、フラットのブーティカで戦時達成しました。あ、おめでとうございます。素晴らしい。あ、そう、覚醒まで行くとね、マジでやばいですよね。駐屯騎兵の捕虜が20%アップし、防御と HP が30%アップします。はい。はい。もちろん T1 のやつはあれなんですけど、皆さんってどれぐらい騎兵作ってるんだろう。私は、まだ、そもそも工場兵器とかも増やしてない、順序的に後だなと思ってるんで、今1000ずつしかないんですよね。1000ずつ、そうだよね。11も1000、12も1000、で、13は殴りで使ってるそう。もう12以下の騎兵ね、1000しかいないんですよ。だから基本的に即死なんですよね。皆さんどれぐらい作ってんだろうな。1000でしょう。1000か500だ。即、即下まで貫通して T1 がしっかり受け止めるっていうね、感じなんですけど、もう少しね、作った方がいいんだろうけれども、まあ先にね、工場兵器作ってからっていう順序にするつもりで、ってなると、ブーディがまだ急がないな、みたいな。ので、担当官をね、今回は先にスター1にしていくかっていう感じをね、今ちょっと思ってるんですよね。スター2にできるやつもいるんだけどな。そこまでいくと、そのアレースのうちの消費がやばいですよね。この80とかだったらまだ可愛いから、スター1ぐらいにはまあしていいかっていう感じなんですけど、スター2にしようとすると今度100ずつ使って、アレースのうちなくなっちゃうんで、なんか少ない投資で一番利益出るのどれだろうなを今すごく思ってます。カムイさん、各層5万です。まあそうですよね。やっぱそれぐらいですよね。はい、そもそも私、そう、攻撃出したら防御するやつ減るんですよね。はい。まあまだ、私の増やしていい路線までね、来てないからなんですけど。あ、まあね、その条件の一つがテーベなんで。そう。彼。彼がね、彼が起きして、彼が起きして防衛艦につけられるようになったら防衛艦ハイパンできるんで、そう、テーベが、レベル6になるのと合わせて、ブーティカを仕上げる。それぐらいのスピード感かなと思っているので、2月か3月デビューできるといいよな、彼女。はい。フラットブーティカをね、そう作っていきたい。あ、各層5000、あ、5000、そんなもんなんだ。各層5000なら、各層5000ぐらいなら作っても良さそうだな。まあ今じゃないんですけども。そう、T1 以外のね、やつを、なんか、作り方、やっぱ人によってまちまちでロゴを見ても、なんか参考になるような、ならないようなっていう感じがしていて。お、やった。バイキングは今日中に終わりそう。こういうの忘れないうちにね、あ、48も中ぐらいなんだ。多分倒せるな。倒せるけど、無理はしません。はい、そんなところで、そう、騎士の試練は、今のタイミングはちょっと担当官をね、優先してみようかな、みたいなのを思っていて、交換系は、
リュサンドロスをね、持ってないから、この辺ってそろそろ変わるかもしれないですよね。エリーゼを覚醒させたね、方も増えてきて、昔、エレクトラだったのがエリーゼに変わったということで、またこれ変わるとすると、これ4つ一気に変わるとすると、私、リュサンドロス持ってなかったと思うんだよな。リュサンドロス、ちょっと待って。持ってるならいいのよ。リュサンドロス持ってるかな。持ってる気もする。あ、持ってる。あ、じゃあいいや。なんかで引いたんだ。そう、もしね、持ってなかったら、もう今のこのタイミングで交換し、あ、違うな。私、思い出した、これ。前回その判断をして、これ、1個交換して、それで将軍の枠埋めたんだ。思い出した。そう、これね、そろそろ変わるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと懸念していて。はい。でも、私、もう変わってよかったんで、いつでも変わって私は大丈夫だということに気づきました。はい。騎士の試練ね、今回もそれなりにはやろうかなと思っていての、ルーンとね、秘宝ボックスを開けようかなって思ってます。で、超お得な育成ですね。はい。私は階級37ということで、ドラゴン3体になって、まあ、いつもね、50位ギリギリだったんですけど、まあ、今度は30位台とか40位台をうろうろするようになりました。ので、引き続きね、ドラゴンに餌をあげていくんですけれども、素材がきつくて、はい。ドラゴンが増えれば増えるほど素材がなくなってくるんですけど、この方たちは、装備もね、たくさん作ってるはずなんですよ。どういうことになってるんですかね。はい。製造達人ね、今もやってますけど、いるんですよ。はい。いつもの方たちが。何がどうなってるんでしょうね。まあいいや。はい。超お得な人は淡々とやります。製造の達人は私も交換したいものは交換しきった感じがするので、もう作らないかなと思いつつ、ドラゴン装備をね、ちょっと作りたいので、1個ぐらいドラゴン装備をもしかしたら作るかもなぐらいですかね。ドラゴン装備はというか、正確にはドラゴンの指輪ですね。はい。ドラゴンの勇気ドラゴンリングね。はい。これ紙リングですね。はい。モンスターの、アイテムドロップ20%アップ。はい。これ何本あってもいいですからね。はい。これだけ作りたくて。そう、足らなくなってきて神徳がチャンピオンセットつけるじゃないですか。で、ドラゴンセットつけるじゃないですかってなって。で、つけるんだったら有機ドラゴンリングじゃないですかということで、このドラゴンリングを、新徳女王につけて、新徳女王で走らせてたんですけど、ナサニエル・グリーンを引いたことで、この、バイバルスがメイン将軍で、ナサニエルをお供に連れていくみたいなね、ケースが、今後増えるかなってなった時に、バイバルスのドラゴンリング足らないんですよ。はい。ということで、バイバルスにね、つけるドラゴンリングを増やしていかなきゃなっていうので、どうせね、やるなら、ちゃんとデバフが効くようにドラゴン装備4つつけたいじゃないですかってなると、あれ素材が足らないってまたなってます。せっかくアケメネスを、全視聴分揃えたんですけど、今も、装備の製造時刻から抜け出してないですね。はい、世知辛い世界でございます。はい、ということで、マジで素材が足らないんだけど、みんなどうしてるん今、マジで、どういうことなの。あ、忘れてた。これだ、これ、先週の火曜日に、オンになった時の、配信のところで喋ろうと思ったのに喋るの忘れて、そのまんま、土曜日も忘れて、今喋んないと忘れるから今喋ろう。はい、アワードみたいな話をしたんですけど、オンになると、なんか O のパッケージというのをね、もらいました。で、この中身ですね。はい、中身、5000ジェムを、くれますっていうのと、転送と加速が10ずつ。で、この攻撃アップ系のね、
アイテムが3つずつと蘇生主が5つ。ということで、なかなかいいパッケージですね。はい。でもこのスーパーコイルカップとか私使ったことないな。ずっと溜まりっぱなし。この10分でね、10分って難しいですよね。お、49、ちょっと後で出そう。はい。ということで、O のパッケージね、いただくことができましたということで、開きます。わーい。さあ、ちょっと待って。どうぞ。さてさて。ほい。星座の達人ね、ちょっと、ドラゴン装備増やしたいなってなってきてるので、今後もね、ランキングを狙いつつやっていこうかなというところです。まあ、ランキング狙うって言ってもね、こんな上位を狙わなくても別に十分、えまあ、30位以内にね、入れれば御の字かなっていう感じですかね。はい、やっていこうと思ってます。で、あとは、はい、黄金樹の報酬ですね。これやってなかった。今回ウーラソ。はい。研究12時間スピードアップ10。いいですね。また。これね、建設だったらもっといいんだけど。はい。今回は根幹を揺らすのみに絞ってやっていこうと思っています。明日かな。明日ってか本来なら今日でこの25回のね、このリワードがもらえると思うんですけど、全部根幹を揺らすって決めたぜっていうことで、私は明日やろうと思います。ということで、イベント系は見てきて、あと、さっきちょうど、王の話題が出たので、はい、王の対決で、もう相手サーバーが見れますね。次の、うちのサーバー1186の、相手は1164ということで、うちよりもちょっとね、古いサーバーと、戦うことになりますと。ただですね、これね、ちょっと、今週のサーバー戦争で、王になるの厳しいんじゃないかなって若干思っていて、はい、相手でサーバーチェックしたんですよ。この友達っていうところ、敵っていうところにね、相手のサーバーの座標、相手サーバーの同盟の座標で、友達ってところに、気になるね、相手をコピってます。これ見てもらうとわかるんですけど、38、39、39、38、39、36、39、36、39、39、36、37みたいな感じで、まあ39が多いんですよ。これね、見に行くとわかるんですけど、このクジャクマーク。クジャクマークやばいっすね、これ。はい。タイムズ・イン・トランジットさん。はい。乗り換え時間ですかね。いやー、この方たち、あれでしょ。前回のシャロンで上位だったってことですよね。このクジャクマークついてるってことは。めっちゃ強いじゃないですか。そりゃ39多いよ。40はないん、40はいなそうだったんですけど、39、でも多分この39って、なんというか、建設を頑張りましたの39じゃなくて、多分ガチガチな39。もうバフとかがしっかりした39だと思うんですよ。これはね、やばいですね。はい。まず相手のサーバーを征服するのはほぼ無理でしょうと。で、こっちのサーバーにも攻め込まれるんじゃなかろうか、みたいなところをね、ちょっとね、思っています。はい。そう、シャロンに出るような方たちっていうことは、多分ラリーが上手いと思うんですよ。これね、うかつに相手サーバーいけねえなって思ってます。こんな強い人たちが密集していて、ラリーかけられたらね、一撃で吹き飛ぶんで。はい、先週ね、先週の土曜日のコンスタは、なかなか良くて、テレポートとかね、なくなっちゃ、枯渇しちゃったんですよ。枯渇しちゃったんですけど、39からのラリー、3人
乗ってきたのは3人だけだったので、ラリー耐えられたんですよね。はい。攻撃バフ、射撃攻撃バフ1800とかであれば、耐えられるということが分かりましたと。まあ、耐えられるって言ってもね、もうギリギリ生き残りましたと。317M 失って、まあ、相手が 500M ぐらい失ったということで、まあ、ポジティブ取れましたと。っていうのが、2回ありましたね。はい。400失って、相手は650失ってというところで、はい、一応、まあ、だいぶ、兵を増やしたわけではなく、バフを上げることで、防御力がね、上がってきたかなと思ってはいるんです。思ってはいるんですけど、もう多分この日じゃないじゃないですか。いけないですよね。スキンさん、JAL 王、大井の停戦の話し合いとかどうでしょう。あ、うちのサーバーは、オート停戦やらないんで、ないと思います。あの、そう、これね、経緯を聞いたんですよ。そう、一回だけオート停戦をしたことがあったんですけど、ポイント負けをして、でも明らかに相手サーバーの征服ができそうだったんですよね。でも停戦の話で合意をしてしまったがために、オートを攻められず、ポイント負けをしてしまいましたと。っていうことをもう二度と起こさないようにと。はい。勝てる試合をみすみす逃すことにもなるので、負けるなら負ける、勝つなら勝つっていうことで、オート停戦はうちのサーバーはね、ないかなっていう感じです。まあ、オート停戦をね、してるサーバーも多いかなとは思うんですけど、まあ別に戦争ゲームだからそれはそれかなと思うので、うちのサーバーはそういう方針なので、そう、オート停戦はね、うちはないかなっていう感じなので、まあちょっとね、今週末いけるかどうかは、ちょっとわからないです。何よりね、あの1月の3連休ということでね、その参加できる人どれほどいるんだろうっていう、うちのサーバー日本人もね、多いので、怪しいですね。そもそも私実は日曜日家族イベントがあって、昼、完全張り付きが厳しいんだよな。月見さん、うちのサーバー多いの停戦、何それでしれっと叩かれることもあります。騙し討ちはひどいですね。エネゴリさん、オート停戦はよしあしゃり。そうですね。メロコックさん、日本人多いの裏山。そうなんですよ。だからうちの、同盟は、メイジュさんがね、日本の方ですし、それもあって、日本人の方が、もともと、集まってきていたこともあり、日本人の方がね、残って頑張っているっていうところがある感じがしますね。そう、海外勢が多いゲームの中で日本人が、こんなに集まってるの非常に珍しいかなって思います。はい。うちのサーバーの8割ぐらい、8割言い過ぎかな？ 7 割かなの日本人はうちのサーバーにうちの同盟に集合してるみたいな感じがしますね。月見さん、家族イベクリア大事。いや、そうなんですよ。年一の親戚と会うタイミングなので、ちょっとね、さすがに無限にできなくて、さあ、どうやってこそこそ見ようかな、みたいなのを考えてはいるんですけど、はい。エニゴリさん、僕が王の時は向こうのサーバーの方から連絡来て、こっちの一番強い同盟のメンションに確認して停戦しました。ちなみにその人に言われたのが王の自由でした。あ、へえ、王の自由なんですね。うちのサーバーは王は、飾りっていうのは言い方が悪すぎますが、基本的には複数の上位サーバーの合意形成でなんか進行している感じなので、王はあくまでシステム上、機能上の順番みたいな感じが
してる気がしますね。やっぱサーバーによって違いますね。サーバールールの話を DSN チャンネルさんでもつい最近やってましたけれども、はい、いろいろサーバーごとにね、違いますよね。その期間を任せられたら基本 O が決めるみたいです。じゃあ O がキルイベントやりたいぜって言ったらキルイベントになるんですかね。なかなか痺れますね。まあなかなかそうはならないか。キルイベントはちょっと影響がでかすぎだしな。はい。ってことで、ちょっとね、今回のサーバーセンスの相手はだいぶ相手がお強くて、キルイベントはメリット少ないですよね。いやーもうメリットないと思う。なんというか、がめつい方が、他の人の、属州図書を奪いたいからやるイベントだと思いますね。なんか支援で殴りたいとかもあるかもしれないんですけど、なんかその殴ったところで復活できるから、札束どっちが多いの勝負になるだけで、あんま意味がないいいですよね。はい。大体、うちのサーバーも、8ヶ月ぐらい前までは結構ボブだったり、BOB になってたりとかしたんですけど、やっぱりそれはね、もう声、大きい人が、あのーキルイベントがやりたいと。でもその実、属州都市を奪いたいと。もう嫌いな同盟から属州都市を奪いたいがためにキルイベントやりたいって騒いでるみたいな、なんかクソみたいな状況だったので、ちょっとクソみたいなっていうのをね、あの、あくまで個人の感想ですつけておきますが、はい。はい。私はね、そう、キルイベントで、ね、ちょっとね、反対派なので、無駄だと思ってます。バブルの練習になるとか意味不明なこと言ってましたけど、別に練習もクソもないんで、戦争の練習にもならないんで、単なる騙し討ちだから、ジェムがかかるだけなんですよ。余計なジェムがかかって、蛮族の期間が短くなるだけなんで、マジでね、無駄だと思っているので、はい、今はね、ナップサーバーになってよかったなって思ってます。エネフルさん、なかなかそんなカオスな方にはなれない。いや、そうっすよね。こ怖すぎる。のんのさん、前回はエピックの日本の属州都市が8%で当たりました。すげえ。おめでとうございます。いや、まあ、それも確率ですからね。その、なんていうか、30%の人は必ず当たるわけではない。8%でも当たるから確率なので、いやー、それは素晴らしい。おめでとうございます。カムイさん、うちのサーバートップ5同盟の名手と戦力トップ5歴代ので評価より多数決で決めています。へー。でもうちのサーバーもトップ5同盟のっていうのに近い感じがするかなって感じがしますね。ただ、トップ5かっていうのはあれかもしれないけど、うん、そんな、なかなか合理的にいけるんですかね。素晴らしいですね。ちょっと荒れそうな荒れそうな、あんまり人が多いと荒れそうな気がして大変そうですけど。なんというか、ゴリゴリ脳筋じゃない戦力高い人がいるならいいですね。俺は札束で強えっていう人が脳筋で、こんな奴ら全員焼き払っちまえばいいんだみたいな感じだとね、困っちゃうなって思うんですけど、はい、強い人ほど謙虚だといいなっていう感じがしますね、それ。のんのさん、ブルーの韓国を手放したらいつの間にか取られてました。いや、それはそうですよ。それはそうですよ。もう、準備して、上げる人決めて、先に横についてもらって、タイミング合わせないと、絶対、喜んで奪っちゃう。あの
私はしてないですけど、やろうと思えばやれるですけど、人によっては、エピックの座標を全部残してますからね。誰かが引退したりとか消えたりだとかした時にすぐに奪えるように、みんなのエピック座標を全部メモってるっていうね、方もいらっしゃるので、で、それは別に日本人に限らず海外の方でも結構されてるっぽいので、はい。だから、ちゃんと Excel とかで、誰がどれを持ってるっていうところまでチェックしてるんだったらしたら、新しい良い属州図書を取るっていうことは、必ず1個空きが出るということなので、はい、ハイエナされる可能性は多分にありそうですよね。私は、仕組み上やれそうな気はしますが、はい、めんどくさいのと、そこでトラブルして得しないなと思うので、あの、いつかね、世界が、エピックとかレジェンドで飽和状態になった時におこぼれをもらえたらいいなって思ってます。まあ、現にね、おこぼれをもらって、私、エピック属州都市をね、1個持ってるんで、はい、もう1個ね、もう1個欲しいですね、エピック。この支配のね、ところに、エピック、もう1個じゃ足らんかった。5個以上だって無理です。あ、3個以上、そう、3個以上のね、実績があるんで、エピック5個以上とか、無理ですよ、無理。森さん、僕もエピックレベル上げに使ってて取り忘れてネタは取られてましたが、世界掲示板で理由書いて返してだけだ詰めたら向こうの名手が説得してくれて帰ってきました。優しい世界おめでとうございます。まあ、サーバーのね、ために開いてるとか、ね、宣言してたり、同盟とかで宣言したりするとね、うちもなんかそういうトラブルがあったりするときに比較的解決しますね。ていうか、サーバールールにそのために開いたやつは奪うなっていうのがね、ちゃんとありましたね。いやー、それ帰ってきてよかったですね。いや、それでなくなったら本当に悔しいから、素晴らしい、優しい世界。エネゴリさんのサーバーはちょっと良いサーバーっぽいですね。以前、タイトルもいっぱい、募集がありました。応募がありましたって言ってたし、活発なんですね。うちは、なんか、静かなプレイヤーが多い気がしますね、うちのサーバーは。のんのさん、私もおこぼれで3個もらいました。3個いいな素晴らしい。私も私もおこぼれをいつか、もうちょっとね、もうちょっと時が経てば、あと1年とか1年半とか経てばね、世界にエピックとレジェンドが触れるんじゃないかなとは思ってます。比較的人気じゃない、中国とか私好きなんで、はい、生産力大好きっ子としてはね、中国が欲しいんで、はい、スーパーレアでもいいから中国余ってないかなって思ってます。エネゴリさん830です。830。結構、私よりも300もう古いサーバーっていうことは、1年半ぐらい先に進んでるんですかね。あれってことはアグロペ出てるんじゃないですか、アグロペ。はい、一部のサーバーはもうアグロペが出てるということで、なんか、もしかしたら大陸とかで決まってんのかなってちょっと思ってるんですよね。このアウステルリッツで、私、ギャラクシーハートの、あれなんですけど、そう、800ってなると神の弔辞ですよね。もしかしてアグロペ出てるんじゃないかな。アグロペこの辺で出てんのかな。エネゴリさん、アグロペ先週出てましたが、やっぱり、あれもしかして出てない？アグロペ、なんか、今日から出たっぽいんですけど、また。キミさん、先週、紫のらさんがいたからいただいて、誰かから連絡ないか待ってますが、大丈夫そうです。連絡来たら返します。優しい。紫のらいいですね。
いや、そう、なんかね、X とか見てても、青が放置されてたとかね、すごく見るんで、はい、うちのサーバーもいずれそうなってくんだろうなとは思ってるんですけど、まだ、1年4ヶ月ぐらいでね、そこまで行ってないですね。あ、バイキング終わってる。ありがとうございます。コメントしとこう。はい。ちょっとね、簡素な書き方になっちゃうんですけれども、英語で変換したときにね、短文にしとかないとおかしくなっちゃうんで、英語というか、そう、他の言語に翻訳されたときに、日本語って、あの主語とかを省略しがちなんでね、おかしくなっちゃうんですよね。だから、日本語多分トラブルに遭いやすくて、あの、短文でね、1センテンス1話題にしないと絶対トラブるんでね、大体私、短文で書いてます。短文っていうか、多分、短文だったら、1個のコメントじゃなくて複数回に分けた方が多分本当は一番いいんですけど、それはしない。エネゴリさん、今日は JAL 様集中。そんな、集中するような内容やってないんで、エボにしながら、あれですよ。マヤおすすめですよ、マヤ。僕もなんか来たら大体理解者です。いや、アグロペね、私はやってないからね、やりたいんですよね。早くイベントのやつを見て話をしたいけども、その頃には多分皆さんの方がね、知識が深まってると思うんでね、教えてもらおうって思ってるんで。アグロペ来たらね、速攻で配信で教えてもらおうって思ってます。はい。はい、もう、皆さんね、ちょうど仕事始め、4日、私とかね、仕事4日からなんですけど、そう、仕事がね、今週とかない方とかね、マヤとかね、ピラミッドは頑張りどころだと思うんで、ぜひ、狙ってください。うわ、またすげえポイントになってるよ。もう、この2人がね、このレイさんと APTX がね、いっつもね、競ってんだよ、1位と2位を。よく金持つよな。マジでやばい。はい。もう全く付き合う気がしない。意地になってるよな、この二人。すごい。のんのさん、アグロペ今週です。今週から来たんですかね。おめでとうございます。いや、やっぱちょっとずつ広がってんのかな。メロコックさん、前リセゲー、めんどくさい。はい、いやー、そう。本当にめんどくさかった。めんどくさかったけど、あのテレビを見ながら、ひたすら、これは、あれですね、大晦日ですね。大晦日に紅白を見ながらずっとぐるぐる回してたかなって感じがしますね。はい。でもね、無課金が稼げる、これね、珍しいんですよ。本当に努力ゲーなんで。ピラミッドとかも最初努力ゲーかと思ってたんですけど、私最初の頃トークンの存在知らなかったんで、はい。トークンとかね、ツールとかの話があって、ピラミッド別に純粋な努力ゲーじゃないんですけど、前のケージはね、比較的珍しい努力ゲーなので、無課金が輝けるのこれだけなんですよね、多分。他で無課金輝けるのあんまない気がする。はい、ということで、そう。無課金、無課金プレイヤー JAL としてのね、頑張りどころはマヤのケージでございます。はい、頑張りどころって言いつつ、クロス XX で、カンストしたぜっていう方とかね、いらっしゃるんですけど、私そこまではやらないんで。コスパ重視なんで1位になれればいいやなんで、限界は目指さないんですけど、はい、でもね、1位は狙うっていうね、はい。
キンさん、サーバーマージしたら青色のラさんがドット増えたのですが、階級が下がって属種の分母が文章より小さくなった皆さんが取れなくてじりじりしてるようです。階級ランキング問題。いや、そう、階級ランキングね、マージするとごちゃってなっちゃいますからね。そう、だから階級はね、ほんと高いのを維持しときたくて、あの、最近は皆さんのこの1週間でどれぐらい増えるかっていうその傾向を把握して、とりあえず、これだけ、1週間でこれだけ稼げば、維持し続ける。それどころか、ちょっとずつ上がっていく。長期的には、順位がもうちょっと上がるっていうね、敷地的なポイントをね、分かってきたので、そこに向けて、ジェムで採取したり、遺跡をしまくって、貢ぎ物を発掘して、そこのラインに立つようにね、やるっていうのをね、今頑張ってます。はい。勲章レベルもね、上げたいんで、やっと 53.67% まで来ました。まだね、ヒドラの報酬開けてないし、ここの辺も溜まってるので、おおよそ60%、65%ぐらいかなっていうところですかね。はい。今月中には、なんとか、レベル38になるかなっていうところですかね。メロロックさん20億はやりすぎ。カムイさん、石油王同士。いや、ほんとね、これも石油王同士の。一応、APTX さんは、どうだろうな。いや、いくつか多分使ってる、トークン使ってると思います。うん。買ってるはず。レイさんは完全に札束。いつも通り。マジで石油王。いつもなんだもん。これバーブも同じ感じなんだもん。バーブはね、よりやばい。バーブのレイさんは、だってね、ずっとバブル張ってるんですよ。ずっとバブル張ってんのにポイント増えるんですよ。全部トークンっすからね。全部トークンで1位にいるっていうね。マジで狂気なんだよな、マジで。いつレベル40になるんだろう。もうなったかな？ K40 になったかな？まだ K39 だ。そろそろ K40 になりそうな。君主レベルも43だもんな。ずっと K39 を維持してるんだよな。K39 になってから長そうな気がするけど、なぜ耐えてるんだろう。1万超えすごい。1万は超えます。1万は超えます。あれですね。マヤですね。1万は、え強、強バフと、強バフと HP 全開をこだわれば、1万はいける気がする。てか、そう、1万超えをね、する方が増えてきたな、さすがに、前の掲示。うん。だいぶ情報が広がってきたからだろうな。のんのさん。ゴーストサーバーなので階級4位です。すげえ。階級4位。いいですね。いいですね。じゃあ、あとちょっと頑張れば、跳ねますよ。もうぜひ目指していただきたい元首。はい。舞台定員数 50K アップ、回復速度20%アップ、行軍速度20%アップマジでやばいよな。いや、そう、このバフがね、偉いですよね。いやー、10位以内、10位以内になりたいが、厳しすぎる。はい、細々と頑張っていきたいと思います。トークンで1位。君主レベル偽装ですな。いやー、どうなんだろうな。まあ、
資源がね、めちゃくちゃいるから、それが大変だろうなとは思うんですけど、いや、まあでも、王の対決とかでも、今回もランキング上にいなかったかいるような 6.8B のスコア叩き出してるしな。これがそんな難しくないのかな、どうなんだろう。私そんな作らないからわかんないや。資源が 60B ずついるとか、なんかそんな話を聞きました。マジで意味がわからないです。もう資源の還元イベント一撃クリアとか。実際は計44くらいじゃない、先ほどの方は。どうなんでしょうね。この人は、はい、サーバー戦争でもめちゃんこ強いんで、はい、上位常連ですね。3.6B を稼いで。はい、この上から5人はね、いつも常連な感じですね。3.6B、3.3B、3.2B、2.7B、2.4B ということで、はい、6位を大きく引き離して強すぎる上位陣は本当にやばい。カムイさん、のんのさん、天井人だ。本当ですよね。4位マジですごい。階級3位と4位の差がすごいので、3位は無理ですね。そうなんだ。まあ、ずっと続けてたらね、もしかしたら落ちてくるかもしれないんで、でもその維持をね、し続けるのも大変ですからね。ぜひぜひ、頑張ってください。K40 はだいたい 55B 平均でした。あ、そうなんだ。いや、まあ、もう、なんというか、桁が桁が私なんかこの前、城の 6B が大変でヒーヒー言ってたのにマジで信じられない。君主レベルは城レベルを越すことができないはずよ。いや、そんなことないですよ。メロロックさん。私、城レベルが計35で君主レベル37なんで、君主レベルは全然越せますよ。将軍レベルの話ですかね。将軍レベルは君主レベルを越すことができないですけど。むしろ最近は城レベルより君主レベルが高い人の方が多い気がしますかね。サーバー戦争とかで当たっても、君主レベルが41っていうのが増えてきてる気がする。マジで桁がおかしいよな。すごい勘違いしてましたそうですよね。多分そう勘違いかと思われます。私がそもそも K35 なのに、君主レベル37でもう38に今月なるぜって思ってるぐらいなので。そう、資源がね、足らなくて、私がやっと今 1.5B ぐらいまた溜まってきたかな。まあ、2B ぐらいか、溜まってきたかなっていうところなんですけれども、まあ、今週のね、木曜からまたユミルが来ます。木金でね、ユミルが来るので、そこで稼いでいこうと思っていて、で、まあ、大体ね、やっぱり、1回の長期イベントで 3B ぐらい貯まるんですよね。3B で、まあ、ユミルもあるので、まあ、大体 4B ぐらい貯まりますと。で、次、またね、金曜日から資源の還元イベントでまた 4B とか、リワードとか考えると、まあ、安定してね、10B は達成できるかなっていう感じではありますね。で、まあ、10B がね、達成できるんですけれども、もうちょっと楽ができるようにね、生産力を上げていきたくて、ってなると、真鍮の刻印キメラ。はい、これですね。すべての資源の生産力アップ、かつ駐屯騎兵の防御力。これをね、上げたくて。はい、キメラをね、アンロックしたくて、今回はね、オークションでも、結構買ってました。まあ、ただね、同盟総動員で、
真珠に30万エキスポあげろみたいなのが確か出てくるんですよ。だから、わざとね、上げてなくて、はい、同盟総動員でひたすら240ポイントの真珠育てるクエストをね、取りまくろうと思ってます。で、そこで、どんどん上げていこうかなっていう感じ。ただ、もうそもそも、今のところ 600?6M ぐらいしかね、多分ないんですよ。6M、7M ぐらい。でも、レベル10にするために 12M 必要なんで、まだまだ足らないですね。まあ、どっちみちね、刻印に必要な充血もまだ足らないので、次ね、つねちゃんのここ、120にしたらここを解放して、レベル10にして、レベル10にすることで、こっちの聖兵国の10名っていうやつね、これを上げると、中短射撃兵のこれプラス10%っていうね、バフがつくので、ここをね、上げてから、今度充血、ためモードに入って、キメラ、待ちしようかなっていう感じがしてます。はい、キメラアンロックしたら、ここをね、連続してすぐ上げられるようにしていこうっていうのをね、企んでいる感じですかね。はい、これね、充血ほんと足らない。あとね、これ普通にジェンもかかるんでね、大変ですよね。はい、この要素が多すぎるて。マジで。欲しいのが多すぎる。メロ、メロコックさん、これだからサスタブユーザーは知識が追いついてなかったです。ご指摘ありがとうございました。サスタバユーザーなんですね。はい、なんというか、逆に逆に無課金だからこそ知ってて参考になることがあるようであればよかったです。はい、泥臭いところは泥臭いところはよく知ってます。この中だったら、ヒドラが欲しい。ヒドラ、ヒドラ、K。月見さん、JAL さん、無課金なのに君主レベルが石油王。いやいや、そんなことないですよ。しっかり、技量と、技量と、アラビアと、毎日最新20をしまくっているのと、あと遺跡にね、だいぶ、遺跡に出すようになったのが偉いですね。まあ、もう半年以上ですけど、遺跡の報酬で貢ぎ物がもらえるので、はい、ここでしっかり仕掛けたり、あとはこのジェムですかね。最終日に100万に届いてなかった時に、このジェムで、グワーって採取するんで、はい、もう、君主レベルめちゃくちゃ大事だと思ってるんで、君主レベルね、39にしたいんですよ。君主レベルを39にしないと、この戦勝記念塔の、この次のレベルアップ条件、この 5.8M を6人が多分厳しくて、これを達成するための最低条件として、君主レベル39が必要かなっていうのを今ちょっと思っているので、そう、文明装備がないので、将軍そのもののスペックを上げないといけないんですよね。最悪40。いや、39で解決したい。この君主レベルが39になる頃には、ルーンとかも稼げるので、狙ったね、奴らのルーンも解放して、で、装備の付け替え、ドラゴンの付け替えで、なんとか達成するっていうのを目論んでます。はい。戦勝記念塔ね、あげたいんですよね。はい。戦勝記念塔の将軍基本能力がアップと、行軍時間の短縮。この辺が欲しくて。はい。あとね、行政庁ね、行政庁の戦勝記念塔をレベル2にしないといつまでたっても工場兵器つけられないんで、これつけたいんですよね、これ。はい。これレベル36にしないと
絶対にこれ立てられないっていうのね、なかなかえぐいですよね。メルコックさん、貢ぎ物340、そうですよ、300、もう、ために貯めて、これ貯めてる理由は、次回の長期イベントで来る同盟総動員ですね。同盟総動員で、最始80回しろが240ポイントなので、その時に、ジェム 1500×80 は痛いんで、この貢ぎ物で解決します。っていうので、これ今貯めるターンなんですよ。はい。ただそう、このね、準備をしておけば、さっきの真珠エキスポの件もそうなんですけど、真珠エキスポと貢ぎ物、これをしっかり貯めとくと、同盟総動員のエピックのカンスト全然いけるので、あとはね、将軍の強化、そう、ブーディカの強化全然できてないんですよね、の話も、これも結局そうで、同盟総動員で強化500回しろみたいなのがあるんで、その時に達成したいんですよね。はい。なのでね、彼女ね、待ってるんですよね。はい。だから、次の、気が早いんですけど、来週のね、金曜日、来週の金曜日の1月12日からね、資源の消費還元イベントと、で、同盟総動員は予告期間があるんで、実際にスタートするのは月曜日からのはずなんですけども、この同盟総動員でね、ぐわっと、ぐわっと上がる予定なんで、はい、ちょっとね、早く来てくんねえかなってすごい楽しみにしてるんですよね。はい。っていうところで、なんかめちゃくちゃ、いろいろ喋っていたら、もう、あっという間に2時間が経ってしまいました。まあなんか、いろいろ喋ったかな。一通り喋った気がするので、最後にイベント系のところだけおさらいをしておしまいにしようかなというところです。っていうところで、切り替えよう。はい。じゃあ、イベント系のところを最後またね、おさらいして終わりにしようと思います。と、まあ、月曜日なんでね、ヒドラが来てますっていうのと、あと、ルネサンスですね。はい、宝蔵の巻の宝箱がね、がっつりゲットできるの月曜日と火曜日だけですということなので、毎日ね、52個、昨日皆さん取れましたかね。はい、私は昨日も今日も52個取り終わったですけれども、はい、美術品のね、レベルアップに重要なアイテム、ここでしか手に入らないんで、ルネサンス時代やっていきましょうっていうところと、はい、バイキングはいつも通り、同盟ボスもいつも通り、同盟ボスね、しっかり殴り忘れないようにっていうのと、今日、質問してくださいましたけど、この銀欠のライオンハートのバッジ、これ、なくならないんで、安心してください。9日ってなってるのは、単純にアイテムのね、引き換えの残り回数がリセットされて、ちゃんと回復しますよっていうだけでありますと。この左上のね、これ狙ってる勢には多分関係がないんで大丈夫です。はい、ということで、はい、引き続き3300を目指してね、私まだ殴ってないんですけれども、同盟ボス殴れる期間ってね、火曜日と水曜日だけなので忘れず殴りましょう。ほい。で、あとは、境の宝探しですね。毎日活躍度145までいくと3つゲットできますと。私の個人的おすすめは、このね、4の方、1回 4つ消費の方が、あの、大当たり引いた時の、期待値がね、高いので、こっちがおすすめですっていうのと、なんか多分転換っていうの多分今回からな気がします。ちょっと前回どうだったか覚えてないんですけども、いらないアイテムも、集めてレベル4にすると、欲しいものと交換できるようになったっぽいので、なんか偏って出るぜっていう方もね、諦めなくて済みそうですね。
はい。まあ、これはあと6日続きますんで、最終日にね、忘れず交換するようにしましょう。で、あとはマヤの掲示ですね。マヤの掲示は、木曜日までかな。はい。なので、無課金が、頑張れるポイントだと思いますので、はい。と言ってね、あまりうちのサーバーで頑張られちゃうと困っちゃうんですけれどはい。カエサル。まあ、カエサルはね、人によって好き嫌いあるとは思います。私は、確実に限界突破できるんで好きなんですけれども、まあ、カエサルよりも、はい、さっきの北条の巻の宝箱もらえるの結構レアなんで、はい、これがゲットできるんでね、これ途中の宝箱でももらえるんですよ。はい、みんな大好き賢者の石も手に入るんで、はい。バフだけ、襟好みして頑張ると、なんとかね、クリアまでいけると思うので、ぜひ頑張っていただきたいっていう感じです。で、文明の旅いつも通り、毎日1回無料なんで忘れずにやりましょう。はい。で、あと、運勢占いね。これも、毎日1回無料で弾けるのと、毎日10回がね、割安80で弾けるようになってるんで、毎日こっちもね、忘れずにやりましょう。はい。で、同盟対決戦ね。まあ、今もうバトル進行中だと思います。で、来週で終了なんで、来週もね、忘れずにサインアップしましょう。はい。ちなみに同盟対決戦。まあ、これは別にいいか。また来週喋れると思うんで。はい。アイテムね、このコインがなくならないということは分かっているので、はい。貯めることも可能です。なんか、そういえば、公式 X アカウントをフォローってやつがね、なんかね、今日来ましたね。メールも来てたわ。アプリを最新バージョンアップする必要あります。はい、見れませんでした。はい、まあ私はね、フォロー済みだったんですけど、もしね、まだの方がいらっしゃったらね、フォローしてあげるといいのかなっていうのと、よかったら私の、X もフォローしていただけたらと思います。まあでもそんなね、私つぶやかないんですけど。はい。で、文明の夜景。文明の夜景は、戦場の達人がね、もらえるんで、ぜひ、ぜひやっておきましょう。はい。で、いつも通りのトレジャーハント。はい。5億ポイントね、目指して頑張りましょうっていうのと、クレイジーエッグ、王の花道、軍隊の召集、ドワーフのラッキーアップル。これいつも通りですね。ドワーフのラッキーアップル、最終日前にね、交換するのを忘れないようにしましょう。端数はね、このラッキーアップルウェルスで、この資源がね、もらえるんで。ただね、この1のやつだとなかなかドワーフの美味しいパイ出る確率少なそうな気がしますね。前回資源の還元イベント、キツキツでこれ1の方回したんですけど、美味しいパイ全然出なかったなって気がしています。はい。で、あとラッキー構成もね、ありますが、これは終わってからも猶予あるんで大丈夫です。で、途中で話するの忘れたけれども、こっちじゃない、どれだっけ活躍だよ。あのー、あ、今回活躍度って配ってくれない？配ってくれる。ベッティングコインが配られ始めましたね。はい、コインが配られ始めたということで、そろそろ、バトルベッティング、やっぱり、バトルベッティングが選べるようになりましたね。アウステルリッツベッティングっていうのがね、また始まってくると思います。またこれはね、開催期間中に利用できるということなので、開いたら配信でちょっと喋っていこうかなと思います。で、明日アウステルリッツの戦い、うちのサーバーは、またね、その同盟の戦力的にはうちが一番なんですけども、大体ね、K40 が最近もう隠れてるんで、はい、ちょっと油断ならないですね。はい、怖いです。今のところ、ランキングは83位というところなので、いい感じですね。あと2戦、2以上でくぐり抜けられたらいい感じ。はい。で、先に右から黄金樹の報酬ね、これ、毎日5回モンスターハントでこれすぐ集まるんで、皆さんすぐ集まると思います。
はい。無課金でゲットできるのは50までのところまではね。違う。50がね、ゲットできないんですよ。嘘。5×10 だから、50ギリギリだったかな。はい。これがゲットできるかどうかっていうぐらいですね。はい。忘れずにやっていけば、50までゲットできるかなっていうところ。で、製造達人今週来てますけれども、金曜日からスーパー強化が始まりますんで、強化をね、準備してる方は、まだ待っといた方がいい。金曜日5時以降に、強化するのをお勧めします。はい、超お得な育成は毎日餌をあげましょう。騎士の試練ですね。はい、RS の地、計画的に、ご利用は計画的に。ということで、最後、消費還元イベント。ということで、ジェム、スピードアップ、建築スピードアップ、回復スピードアップということで、皆さんね、スピードアップのストック、これね、なかなか、カウント難しいと思うんで、もうご自身でね、Excel とか用意して、今、どれだけあるんだろうっていうのをね、チェックされるのがいいかなとは思います。私はね、建築なんかいつも足んなくて1.8ギリギリしかいつもないです。回復とスピードアップはね、結構今もいっぱいあるんですけど、回復も使う機会が増えてきてね、そろそろやばい。といったところで、はい、こちらね、金曜日、次の金曜日、来週の金曜日からの資源還元イベントに向けてね、しっかりストックしていくと、良いかなというところで、ぜひね、狙うてるところまでしっかり狙っていきましょう。ということで、ドワワワーっと喋ってしまいましたが、こんな感じですかね。フェニックス出てる。ちょっとこれだけ出させてもらって。はい。そんなところで、今日の配信はこんな感じです。王将がね、計36、今日は間に合いませんでしたね。王の対決が、建築のやつがね、来たら、計36の話しようと思ったけど、来なかったです。ということで、またね、来週には計36になってるので、素晴らしい K36 の世界といういつものね、タイトルでやっていけたらなと思います。多分 K36 にしても、もう、他の建物を上げるのは大変すぎて、多分、変わったところの紹介はできなそうな気がするんですけれども、はい。またね、来週そういったところ、K36 のところの話がね、もしできればやっていけたらなと思います。はい。ではでは、この画像を見て思い出した。伴侶のね、アイテム、1日10個、モンスターからゲットできますんで、しっかり集めましょうね、とだけ言って終わりにしよう。はい、皆さん、のんのさんお疲れ様でした。カムイさんお疲れ様でした。アリャ 8BP さん、多分ね、これ英語じゃないから、英語じゃないから、わからんけれども、後で翻訳してみよう。コメントありがとうございます。Thank you for your comments. So, unfortunately, this streaming will end. はい。ということで、今日の配信はこれにて終了しようと思います。また来週ね、火曜日に、エボニの配信をしていきますので、よかったらまた来週もご覧ください。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったら高評価や、コメント、チャンネル登録していただけますと幸いです。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。さよなら。